ギリ中年 DIY チャンネルの田中です。ちょっとね、年初に東京で仕事をしたらなんか少し風邪っぽい気がしますね。ちょっと寒い日があったんですけど、ちょっといろいろとね、まだ足回りの不具合があるような気がするんで、ちょっとそのあたりをお話ししようかなと思ってます。まずこの間、ね、スタビリンクを交換したら良くなったと。でスタビリンクが関係しているのはこのショックアブソーバーのところというか、縦方向の固定ですよね。でそれがまあ良かったっていうことなので、そこあたりやればいいんですけど、今回その後ろの部分ですね。でタイロットエンドの交換をしたわけですけど、それはあんまりその縦方向、ガタがあるとかそういったものに関してはあんまり影響ないものですんで、やっぱりで、交換したけどもともとそんなに悪くなってなかったと。なんかアウディのゴム、プラスチックはすぐ傷むんだけど、ゴム関係はすごい丈夫みたいですね。その代わり見えない内側が傷んでいるということみたいですね。ロアアームの交換とかやれば、それこそ縦方向の根元の部分ですんで違いが出るだろうと思ってたんですよ。で片側5000円ぐらいなんですよね、部品が。そのぐらいだったらちょっと交換してもいいかなと思っていたんですけど、先日朝の気温が1度、まだ真っ暗な時間に私出勤するんですけれど、その時間帯に車を動かしてハンドルを切ったらゴリゴリゴリっていうような音がするんですよ。でそれは昔、12万キロぐらい乗ったセリカでもあったんですけど、ドライブシャフトのボールジョイント、あそこの劣化だったんですよね。でこれ、うちの車もそれ起きてるなと思って、そっちの劣化を先にとは言っても、アウディのこのドライブシャフト高いんですよ。ボールジョイント自体を交換する部品がどうしても見つからなくてですね、どうやら全部ワンセットで交換するような形みたいです。結構ね、十何万するんですよね、両方で左右。その交換はちょっとなぁと。あと大掛かりだし高いし、ちょっと後にしようと。でできそうなところっていうことでロアアームといったところなんですよね。でもやだね、ドライブシャフト関係は、最初に疑ったところではあるんですけど、今アメリカの eBay の方には売ってました。左右でいくらだっけな、5万円ぐらいだったかな。半額なんですよね。 OEM 製品でしたけど、それでもいいやと。でちょっとそちらの方は当たりをつけています。でフロント周りは、最終的にはドライブシャフト交換まで行きたいなとは思ってるんですけど、それは今年中にやるかどうかはまだ分かりません。今年できそうなところっていうと、ちょっと先日ですね、綺麗なアスファルト、新しいアスファルトの道路を走った時に、車がですね少しなんか
ふわふわする感じがあったんですよ。路面がまだ真っ平らだとは思うんですけど、なんか運転した感じ、こう少しの揺れが収まらない、ふわ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 と。これリアのショックアブソーバーが弱っているのかなっていう気がしてます。やっぱりリアだけはビルシュタインの B4 に早めに交換しちゃおうかなと思ってます。リアのショックアブソーバーって安いんですよ。左右セットで2万円ぐらいなんで、リアはショックアブソーバーとアッパーマウントとバンプラバーと一応リアのスタビリンクっていうのがあるので、そちらまではワンセットで一気に交換しないと作業効率が悪いかなと思ってるんで、ちょっと部品は徐々に買っておこうかなと考えてます。それを交換するのはまたね、春かな。いや、わからない。いや、もうちょっと後かな。夏の作業が嫌で、今の冬の作業も嫌で、いつやるんだって言ったら春と秋なんですけど、ちょうどその頃ってお金の使い道が別にあったりするんですよね。でこの車にばっかりお金かけてると家族に怒られてしまいますんで。でもね、クラッチ交換までしたこのアウディ TT8J というかマーク2君はもう少し長く乗りたいじゃないですか。ですんでなるべくノーマルまでは戻してあげたいなと。足回りは新車で買ってきた時と同じぐらいの状況っていうのを見てみたいんですよね。ですんでビルシュタインの B4 であればノーマルと同じということですんで、そこまでやってみたいかなと。で足回りぐらいしか変えらんないじゃないですか。さすがにエンジンに何かあった時にはね、自分では直せないですね。TT の定番の故障っていうのはスピードセンサーだったり、あとウォーターポンプ、それとチャコールキャニスターですか、そのあたりなんですけど、そのぐらいだったらまだね、いやウォーターポンプはちょっとあれでかもしれないですけど、できそうなとこっていうのはもう残り少ないんですよ。で定番の故障部分がその3つかっていうと絶対そうではないと思うんで、クラッチも入りますけど、やっぱりアウディ TT はいろいろな YouTube の動画とか見ててもやっぱり情報は少ない方ですよね。次その定番故障以外が壊れた時には皆さん手放しているんじゃないかなと思いますね。そう思うとそれ以外の部分、もう本当にエンジンが壊れたりすると100万コースっていう修理になるらしいので、あまりそこまでの故障の時には諦めようとは思ってますけど、今できるのは足回りですね。サスペンションの交換まではやってもいいかなと。フロントリア全部交換し終わったら足回りは完成ですね。今年中にできるのはリア部分とフロントのロアアーム関係のところまでかと思ってます。その間に何か壊れたら、できるものなら修理動画上げますので、ぜひ楽しみにしててくださいね。ここにのおりんこ、あららららら、ここだっけ。あら、どういうこと。なんか勘違いしてたな。自分で走ってる場所が完全に分かんなくなってるな。これどこだここ。前回の動画で交換したタイロッドエンド
本当パッとしない作業になってしまって、本当ねつまんないなとなんか思いっきり違いが出る作業をしてみたいとこなんで、やっぱりね車の部品をいじってるとすごい懐かしいというかね、昔を思い出しちゃうんですよね。楽しいですよね、車をいじるのは。その代わり最近ねタイヤが外れて事故が起きたとかいうのが結構見られますんで、人におすすめはできない作業ですし、やるからには自己責任と、でその責任っていうのは他者にも及ぶ責任なので、公道を走るものですので真剣に取り組まないといけないものだとは思ってます、ね。自分が死ぬ分にはまだねしょうがない、それこそ自己責任と思うんだけど、壊れた時にその場でピタッと止まるわけじゃないですからね。そうだ不能になったりとかするのだけは避けたいところですね。作業手順とあと締め付けトルクっていうあたりが明らかになっているものに関しては逆にやっぱ安心感はあるんですよ。やっぱこれまでは、かなり強く締める、絶対動かないだろうなっていう手応えでやってた部分はあるので、最近はそのトルクレンチもあるし、その整備関係の資料っていうのも手に入りますからね、本当助かってます。資料がないと怖いですね。みんな英語で書いてあるので翻訳しながらですけど、重要ですね。この道路もちょっとふわふわする、後ろがフロントサスペンションのアッパーのブッシュ類ですね、あれも交換しても違いが出るような気はしてるんですよ。それを交換するんだったらもうかなりショックアブソーバーまで外さなきゃなんないので、そこまでやるんだったらもう下回りですよね。それこそロアームボールジョイントとそこを全部交換一緒にしないとまた外すのかっていう状況が起きちゃうんですよ。その辺はね外すたんびに調整が必要になってくる場所ですんで、1回で済ませたいとこですよね。ちょっと最近の作業がだんだんちょっと重い作業になってきたので、皆さんもそこまではやんねえよと、もうちょっと簡単な部分をいじってるところを見せてくれよっていう意見があるのではないかと思いますんで、また何か壊れるところを楽しみにしててください。とはいえね、私の動画の最初の方でこのフロントガラスの張り替えしてますんで、なかなかの重整備だと思うんですよねそこまでは皆さんもやりたいなと思ってるんじゃないかと思うので、私ができんだから皆さんでもできるでしょうと。コンビニに寄りますかね、この葉さん。年末のギリックさんの動画で雪の三国峠を走るものがあったんだけど、あれがねたまらないんですよね。スキーに行ってた時って本当ね20年前か、もう夜中なんですよね。前の日の11時とかに出発して
で三国峠とかは真夜中に走って、で駐車場に着いたところでスキー場が開くのを朝まで待つという、そうしないと駐車場に入れなかったんですよね。ちょっとその時代を思い出す雪道走行の動画で意外とね長いこと見ちゃって、本当にね YouTube もね時間泥棒ですよ。